with イッシュ。一生一緒にいてくれおお、すごい。なのです。や。ゆうきです。りのでーす。始まりました。With イッシュシャープ4。シャープはい、ということで。早いですね、時間が経つのは。早い。早いですよ。最近何してました皆さん。何したかな。何したかな。何してた？何してる？何してる何したっけ。オフはね、みんなそれぞれそうだね使ったりするもんね、結構。あ、私は温泉行きました。うわー、マジでいいめっな。ちゃいい。そうなんですよ。待って、それってどういう感じの温泉ですか？オープン温泉普通にオープンなとこにレッツゴーって。いいな。でも私もタオルをここら辺にこうやってかけて、鼻の下ら辺にあー、やかけっぱりて、ちょっとなんか顔熱いなみたいな感じあーやっぱりで入ったんですけど、まあ運のいいことにあんま人いなくて、あそう家族と行ったんですけど、すごい優雅な時間を過ごすことができましー、て。うわ、いいね。温泉いいね。あとなんか最近さ、私の SNS だけかもしれないんだけど、抹茶がよく流れてくるので、抹茶が流行ってる、私のフィードの中では。それでなんか見てたら飲みたくなってきちゃって、お母さん母と一緒に抹茶のスイーツがなんか美味しいカフェみたいなとこに行って、そこで抹茶めっちゃ濃い抹茶と抹茶のテリーヌみたいなのを舌緑になるんちゃうかぐらいの、美味しそう。テリーヌ美味しいよね。食べました。いいですね。いい休日ですわ。はい。りのさんは何か？あ、休日ですか。そうですね、私は木更津のアウトレットに行きました。木更津。はい。木更津だったのか、インスタに投稿してた。あ、そうあ私が千葉千葉の木更津、私アウトレットめちゃめちゃよく行くんですよ。っていうのもなんかこうアウトレットがある場所って車でしか行けないようなところにあるので、基本的にこう家族で行ったりとか、その家族連れの方が多いので、すごいなんか時間がゆっくり流れてて、まあ人はいるにしてもちょっとなんかこう渋谷とか都心とはまた違った層のちょっとなんか時間の流れ方をしてるので、私はすごく好きなんですけど、木更津行って、シャープさんでも話したように、私すごい時間がかかるんですね、ショッピングするのに。なので、全体的に一周回らせてもらってからピックして、お買い物をさせていただきました。いやすごいね。木更津一周回ったら結構かかりそうだけど。そうですね、木更津一周多分3時間かからないぐらいですかね。大変なんです。ウィズ一緒についてきてくれた人もね、大変ですね。まあ家族なんですけど、はい。家族なら大丈夫です。そうです。いい運動です。はい。どうですか、鬼は。ね、私のさ、休日って全部みんなに公開してるからもう知ってるかもしれない。焼肉、私やばいかも。本当最近オフ焼肉ばっか食べ行ってます。いいね。いろんな焼肉屋さん行ってる。おすすめしてほしい。もうしたい。全然知らないかやばら。後で2人におすすめしたいと思います。お願いします。一緒に行きます。はい。一緒に行けますね。あとはまあそうです。大体オフの日の午前中は家にこもってゲーム。はい。これ日課です。いやーすごい。ここから始まるので外出は。そうなんだ。しかもさ、本当におもろいのがさ、カセット1個しか持ってないじゃん。そうだよ。そうなのよ。1個しかないの。カセット1個しか持ってないのに、そのゲーム機を買ってから、よくね、午前中は家にこもってますとか、夜はずっとゲームしてますとか言ってるけど、1個のゲームをさ永遠に愛してるのよ。もうさ、一途すぎてさ、すごいよね。すごくないとこん思って。な一途な女の子いないと思います。確かにカセットも喜んでるよ。しかもね、そのレベルアップ系とかじゃなくてさ、じゃないです。なんかこう育てる系じゃん。そうです。作る系。作る系だから、なんかそれをとことん終わりがないんです。そう愛せてるのがマジですごい。自分も自分変だなって思いながら家にこもってゲームしてます。ありがとうございます。素敵な凝り性です。はい。ということでシャープ4、今回のコーナーに移りたいと思います。はい。今回のトークテーマこちら。ディベートしようぜ。おお、すごい。ちょっとね、
サトシかな。サトシかなみたいなちょっと意識してみました、サトシ野球しません。違うね。それのび太じゃないこれのび太か。それジャイアンだね。やばいじゃんもう。のび太ジャイアン。野球しサトシはあれです。このテーマになったのはですね、前回じゃないか、シャープ2でディベートしたいって話出たじゃないですか。ということで早速コーナー化することになりました。はいあー嬉しい。はい、じゃあまずは第1回戦目ということで、今回はナノ VS リノそうでディベートしてもらって、私ゆうきがジャッジしていきたいと思います。おおーー。い。最初のテーマは海に行くなら電車車です。車でしょ。車でしょ。あーダメそういうことじゃないんですよ。あれあれどっちか電車に行ってカンもらわないと。カンカンカン。カン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 ですよ。あ、でもこれね担当振り分けなきゃいけないってことだよね。そう、お気持ち的にはね、ちょっとみんな車かなまあでもここはね、ドライバーのリノはやっぱ車がいいよね、きっと。私電車行きます。おどっちでもいいけどね。じゃあリノが車にしようか。オッケー。おじゃあナノさんははい。電車。電車で。私は車で。お願いします。はい。ちなみに、はい2人の意見を聞く前の私ゆうきは、うん。いつも車派なんですけど、うん連れてってもらうの楽じゃないですか、はいはいはい運転しないでそうだよね。けどこの間ちょうどその温泉行った時に、うんうん初めて電車で行ったら、うん海の景色とかすごいその路線ならではの景色が見えて、すいごい時間がそれもそれでゆっくり流れてる感じがしたので、ね。今は電車に車2対1で電車派になっております。前。電車へのお気持ちが2、車が1で電車ああ、派です。でもどっちもいいって感じ。オッケーオッケーオッケはい。ー。なるほどね。では皆さんディベートの準備はよろしいですか？はい。大丈夫です。では行きますか。時間は3分程度です。盛り上がせたらちょっと延長しようかなと思います。はい。あ、これ先行後攻あるってこと？そうだね。でもあれ全然チーンって私がスタートってしたら言いたい方から全然言ってもらっても今決めてもいいけど。じゃあじゃんけんして。勝ちから言おうか。オッケーじゃあグーじゃんけんぽい。じゃあナナちゃんから。はい。じゃあ私が勝ったので、私から行かせていただきます。では準備はよろしいでしょうか？はい。はい。いきます。よーいスターはい。私が電車を押す理由、それは、ト。はい。まずは私は電車から見える海の景色ってなんかすごいエモいと思うんですよ。でしかもそれってまあでもな乗車地とかにもよるんですけど、例えば都内から電車乗って海に行きますってなった時にずっと海が見えてるわけじゃないんですよね。最初はなんか海の見えない場所をずっとこうやってバンバンバンってよくわかんないまま走ってて、いつ着くねいつ着くねみたいなでバンって海がブワって見えた時の感動がすごいんですよ。あーすごい目力がすごいです今。そう何よりも。でしかもこう電車っていうね、もう勝手に頭の中でミュージック流れちゃうぐらいエモい。そうでまあ一緒に行く相手にもよるけど、まあ、それによってまたねだいぶ違ってくるし、まあ、とりあえず電車でしか味わえない良さがあると思うので、そこでまず私はまあ電車の方がエモい気分にはなれるんじゃないっていう思い出、なるほど。苦労して行って見た景色綺麗思い出って感じです。なるほど。じゃあどうぞ。じゃあ私がやりますね。はいはい。はい。私はですね車でディベートするんですけれども、うんまず私運転免許を持ってます、持ってない方ももちろんいらっしゃいますけれども、持ってる方と一緒に行った時にですね、はい、まず電車混みますっていう心配がありません。そして例えばじゃあ渋滞とかもありますよね。渋滞でもその中でも景色を見ながら相手と横に座って好きな音楽かけながらその車内だけでたくさんお話できます。電車だったらやっぱり大きい声で歌ったりとか、じゃあ2人きりでしかとかそのメンバーだけでしか話せない話とかもあるじゃないですか、そういう話もやっぱり個室なんで言ってしまえばたくさんお話もできます。積もる話もあります。そして着きました。したらじゃあそこにじゃあ例えばじゃあ今日ビーチでたくさんなんかビーチバレーとかしたいんだよねってなったら荷物も持ってかなきゃいけない、電車だと重い疲れるで帰りもこれ持ってかなきゃいけないのか、ちょっと減らそうかなってなりますよね。でも車なら荷物後ろに詰めます。たくさん持っていけます。たくさん遊んでも車で仮眠できます。そして夕焼けも見れるし、じゃあ例えばじゃあ電車の時間気にせずとことん遊べる。車さえあればどこでも行けます。なので私はやっぱり車かなっていうふうに思いますね。
いいですか？はいはいまず海に行って仮眠しようとは思いません。楽しかったらね。でも海に行って楽しくてたくさん遊びました走りましたってなって、はいはいはいでちょっと疲れるとかないですか？ないです。あ、じゃあ別に仮眠マストじゃないです。私はもうずっと泳げるんで。あ、泳げない。でも待ってください、あなた運転しないですよね。あ、運転はしないです。はいすいません。でも運転手ってやっぱはいはいはい寝るのね、あ、じゃあ途中で運転手、なるほどね、運転手向けの発信だった。あ、そうです。運転手はやっぱりその後ずっと運転しなきゃいけないので、ね、眠気が大敵なんですよ。あーだから少しでも疲れてるとかだったら海の上でも寝れますけどね。全然。浮くってこと浮く？海の家。海の家で寝る？海の家でも寝れるじゃないですか。寝ない？カフェとかご飯そうそう屋さんとかそうあそこ寝れるの？うん私の家族だけ。わかんない。まあでも一人でじゃなくて、あ、みんなでね。誰かと一緒にいて、子供が遊びに行った間にちょっとお父さん寝ちゃう。あ、お父さん寝ちゃうとかね。あとまあ荷物もうん。海の上で借りれます。現地で借りればいいやないかいって電車で行ったとしても。あー、なるほどね。そしたらまあね行きも手軽だし帰りも手軽です。なるほどね。だからそれで言うとやっぱり自由。車の中だったらやっぱりこういつまでもあちょっとカチカチしてなきゃいけないなっていうのはない。確かに。うん。でもちなみにじゃあ2人で行って2人きりはい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 で車で行って、はいはいまあ確かにミュージックかけられて好きな話もできますってはいなって、ミュージックガンガンで「ウェイウェイミュージック今日最高だねへえそうだね」こうなった時、うんうんうん気まずくはないですか？電車だったら、うんいろんな人が乗ってるじゃないですか、うんうんでもう常に列車も動いてるこういうもみくちゃな状態なわけだから、サイレント状態でもうん気まずくないと思うんですよね、うん電車って。うん私なんかいろいろとこうこれさこうだよね広告見て今この映画やってんだとかね。広告、うん電車のそう電車にまあ確かにねぶら下がってる話の種が溢れてる、そうそう溢れてるしでも気まずくはならないから。でも車で運転してたら例えばこの橋こんなところに立ってたんだとかちょっと今めっちゃピンポイントに橋めっちゃ夕日沈んできてるねとか、はいちょっとサービスエリア寄ってみようかとか、なんかそのサービスエリアやっぱ車でしか体験できないサービスエリアなんか特にやっぱりサービスエリアとかでご飯食べたりとかすごくなんかこう醍醐味じゃないですか。でそういうところもやっぱり車ならでは普通のところではいけないかなっていうふうに私は思うんですね。いいと思います。お時間どうでしょう、ねカン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 はい終了。結構ディベートできたんじゃない？ディベートできた。いやちゃんとディベートできたと思う。すごい車して車派だとは思えなかった最初。だって車派すぎるからどうしてしようかずっと考えてたのよ。いやそうだよね。上手本当そう本当そう本当そう。途中うんってちょっと言ってたし絶対に車って思いながら。いやでも電車派を押さなきゃいけなかったって。うわーそうこれいやでも熾烈な戦いでしたね。だいぶディベートだいぶディベート感が面白かったな。得点会でもやったじゃない。うんうんうん。その時よりもはるかにレベルアップした確かにハ確かに。ディベートイレベル力が。なディベートを見せていただきまして、はいちょっと心が揺れてるんですけれども、はい。早速今回の勝者言っていきたいと思います。はいお願いします。では第1ラウンド勝者はクルム派のりのちゃんです。ありがとうございます。りかありがとうございます。やっぱり車派。早いのよ。私もそう車派ね、なんかこう第一答弁の饒舌さといったらもうなんか、車乗れますみたいな、なんかそう荷物置けますみたいな、なんかもうラップみたいな畳みかけがねちょっとすごいスッと頭に入ってきて、よやかったね。っぱ運転する人はすごいなって、あれはもう電車もすごい負けてなかったですありがとうござい本ます。しかもほぼなんか電車のいいところっていうよりか上げ足取ってただけねずっと。仮眠取らなくない？当に海の家行けるしね。海の家で借りればいいじゃん。ただ上げ足取ってるだけっていう。すみません本当に。いやーでも面白かったです。みんなも楽しかったんじゃないでしょうか、ね盛り上がったうん。いやーじゃあ早速2回戦目に行ってみましょう。はい。続いては私ゆうき VS りのちゃんです。ということでなのちゃんお願いいたします。 OK です。はいということでじゃあテーマを私がね発表したいと思います。テーマははい。高校時代に大事なのは勉強遊び。はあーむずい。ーい。むずいぞこれ楽しそうだな。やりたがってる。ちなみにどっちだよ。勉強。でもでもあーどっちもだな。それは今の自分を踏まえてるから。きっとみんな大人になったら勉強って言うんで。
でもそうわかるわかるわかる。そうなの、でもまあね難しいよね。そうだな。じゃあせーので言ってみる。せーの、勉強。遊びおおおこれ分かれたねちゃんと。確かにそうかも。むずいけどちょっと。でもいけそう。うん、じゃあちょっとやってみましょうか。はい、じゃんけんしようか。そうだね。最初はググーーじゃんけんぽい。はい、じゃあ先行はりのちゃん。りのちゃんがじゃんけん勝ったのでりのからいきます。はいはい。いきますよ、よーいスタート。はい、高校時代に大切なのは私は遊びだと思っていて、まあ、だからといって別に勉強 100% 学校に行かなくていいとかそういうわけではないんですけど、その遊びが大事っていうのもだから私自身から言うとですね、やっぱ私高校生とかの時にスクールに通ってたので、そのダンスとかのねスクールに通ってたので全然遊べなかったんですね。でふと自分高校生活何したんだろうって思った時にやっぱりあんまりその楽しかった思い出とかがあんまり少なかったんですよ。ってなった時やっぱり高校生の時にしかできない遊びってめっちゃあるんですね。それが悪いこととかじゃなくて、制服着てディズニー行ったりとか、友達と放課後に遊ぶなんかこのクレープ一緒に食べたとかプリクラ撮ったとか、ちょっと一緒に遠出してみたとか、なんかそういうことでもなんか高校生の時に経験しといたからなんか社会人になってあの時こういうことあったなとか、なんかそういうなんだろういい感情がすごく受けるんですね。で私は今実際的に大人になって高校生の時もっとはっちゃけて遊んどけばよかったってめっちゃ思うんですよ。だし大人になってからじゃできないことってめっちゃあって、高校生の時にしかもう高校生だから許されるみたいな、っていうこともたくさんあるので、私は遊んだ方が自分のなんかこうこういう生活いいなって思ったりとか、あとは勉強だけにとらわれずに遊んだことによってこの人生これをしててすごい自分楽しいなって思ったらそれをなんか極めたいってなったらそれの職業に就きたいっていう夢にもなるじゃないですか。ってなった時にやっぱ自分が一回とことん楽しいことを見つけてた方がいいのかなと思って私は遊びを選択させていただきました。どうですか？いやー素敵な討論だと思う。素敵な答弁だと思います。私は勉強を選んだんですけれども、私は実際やっぱり大人になってから成人してそんな時間経ってないですけれども、成人してからこんなこともっと勉強したらよかったなっていうことがあって、それを今勉強しようとすると勉強できるじゃんって言われるかもしれないですけど、意外と時間ないんですよね。意外と仕事もすごい新しいことたくさんあって日々追われる中で勉強もしようってなるとやっぱり結構大変だったりして、そういうのってやっぱり勉強どうぞしてくださいってされてるそういう学生時代をもっと有意義に使ったらよかったなってすごく自分でも後悔してるとこもあったりするので、実際その時勉強をねやらされてる学生のみんなからしたらなんで勉強ばっかりと思うと思うんですけど、多分皆さんも大人の皆さんから勉強しといた方がいいよって言われると思うんですけど、その通りです。勉強はしておいて損することはありません。あと勉強って何かを覚えたりとか知識をつけるって意味だけじゃなくて、なんか嫌なことだけど何かやらなきゃいけないことを続ける精神の強さというか、なんか人生自分がやりたいことだけ生きていけるわけじゃないじゃないですか。そういった時にそういう自分のやりたいことはもちろんやるし、やりたくないことも時にはぐっと我慢して地道に続けるっていう、そういう芯の強さを鍛える一つのツールでもあると思うので、それが勉強じゃなくても何の勉強でもいいと思うんですけど、何か一つじっと頑張るっていうのもすごく人格を作る上で大事なのかなって思ったりして、私は大事なのは勉強だと思います。です。チーン終わっちゃっいい感じですね。なるほど。むずい。でも遊びどっちも本当にね。でも分かる。勉強もめっちゃ大切。遊びも本当に大事なんですよ。うわー、これジャッジ難しいな。ジャッジ難しいです。これ真面目系討論に。確かにめっちゃ良かった。2人のね熱がもう私はもう全部受け取りましたから。どっちも大事だけどね。どっちも大事だけど、いやこれ遊びも決めがたいね。でもどっちか決めなきゃいけないということで。はい。じ
じゃあジャッジさせていただきたいと思います。今回の勝者は、でげでん、勉強を選んだゆきちゃんです。わー、びっくり、意外。ありがとうございます。でもごめんなさい、遊びも本当に大事ですから、いやそこを前置きとして。ただね、なんでかっていうのが、私もその前半の部分までは考えてたんですよ。勉強、本当に高校生でしか、高校生とか学生の時しかやっぱ時間いっぱい勉強に捧げられる時間って、まあ今も作ろうと思えばね作れるかもしれないけど、それでもやっぱ難しいことが多いですから、ですしそうやってね、もう強制的に義務教育とかで勉強ができるっていう、そういう時にいっぱい勉強しておくのって本当大事だなっていうのが私の中にもあったんですけど、最後に嫌なことも続けてやらなきゃいけない、忍耐力もつくっていうその言葉にすごく胸を打たれました。私は本当にそうなんですよ。そうなんです。本当に人間は本当に好きなことだけやってね、消えるわけじゃないんです。私もすごい日々痛感してねいるんですけれども、そういうのもどうやってねうまく自分なりにこなすかとか、ね、こなした先って楽しいことが待ってるとか、そういうのも味わえるのでやっぱ勉強で得られるものだと思うので、すごく心に響きました。すごいですね。勉強させていただきました。ありがとうございます。忍耐力ね、私なかったからな。忍耐力ありますよ。なかったからなし今からつけよう。いやそうね、私高校生時代忍耐力なさすぎて。でもそのさ、いっぱいレッスンを受けてたわけじゃん。いや、それこそすごいよ。それこそすごいよ、私からしたら。それだって勉強だしね。私多分3日で挫折。早っ。レッスンだって、まあでもなのちゃんいないな。好きなことだからできた。でもその勉強はさ、やっぱさみんな強制的にやらなきゃいけないことだから、好きじゃない人もいるじゃんか。だからそれの忍耐力ってまたさ、ちょっと好きなことをやる忍耐力とはまたちょっと違ったその耐える力だから、それは確かに高校生時代備わってた方が、社会に出てからその忍耐力って作るのってめちゃめちゃ難しいし、確かにそれでちょっとやめたっていう状況にできないから、社会に出てしまったら、それが高校生の時になんか失敗してとかの方がまだすごく身になると思うので、私もすごいゆきちゃんの言葉には感銘を受けましょう。ありがとう。はい、高校生の皆さんぜひたくさん勉強してたくさん遊んでください。はい、遊びも大事ですからね。全部。はい、ということでじゃあ最後のディベートに行きたいと思います。最後はなのちゃん VS ゆうきちゃんなんですけれども、テーマはこちら。リノはボケツッコミ。いやなるほどね。むずい。なるほどね。これでもう振り分け決まってるんですね、今回は。確かに。本当お願いしますねって書いてある。確かになのちゃんはボケ、ゆうきちゃんはツッコミでお願いしますね。なるほど、なるほど。はいはいはい。ちなみにですね、私はじゃあ2人の意見を聞く前にどうだろう。自分どっちかなってことでしょ。自分でもなんかこの一種でいる時は正直ツッコミに回ることが多いですね、多分。なんか周りがみんなボケるんですよ。ボケが多いんですね。ボケでいます。で私もボケるんですけど、なんかそれにさらにツッコミで返すんじゃなくて、やっぱボケで重ねてくるので、誰かが突っ込まないと終わらないんですよ、私たちって。だから私は2対1 1対2でツッコミの方が今ちょっと勝ってますね。まあちょっとそんな感じなんですけれども、皆さん準備できましたか？はい、はい、いけます。じゃあそれではディベート。そうだ。じゃあグーじゃんけんぽい。あいこでしょ。あいこでしょ。何すごいじゃん。フレミング。ごめん。じゃあグーじゃんけんぽい。あいこでしょ。じゃあゆうきちゃんがツッコミのディベートからスタートいたします。よーいスタート。はい、私はさっきもりのちゃんが大体ご本人が言ってくれたんですけど、ツッコミだと思いますね。というのもりのちゃんがもちろんこう急にふにゃってボケる時もあるんですけど、それで私たちみんなこうボケ気質が結構あるので、ふにゃ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 ってなって先に進まないこともあって、そういった時、例えばこういうラジオでもそうですね、こう何かフリーな空間というかフリートーキングが与えられた時に、そろそろ締めなきゃな、どうしようかな、でもボケたいなみたいな時にりのちゃんが大体はいということで、ね、これも口癖ですよね。そうですね、私もはいということで、はいっていう風によくまとめてくれるので、まとめてるのかなんかこう
空気をねシュッてしてくれるので、やっぱツッコミじゃないかなと思いますし、特にこのおふざけみだとナノさんがボケ、みのちゃんがツッコミっていうのが、もしくはボケ2人ともっていうパターンしか私は見たことがないので、そうですね。そうですね、なのでツッコミじゃないかなと思います。なるほど、わかりました。私もそう思いますが、思っちゃってんだ。はい、私もそう思いますが、しかし彼女はボケ要素もありますから。ボケ要素もあるんですよ。そう、オールラウンダーってこと？そう空気を終わり読んで、今日はツッコミかな、あ、いや違うな、ボケやなみたいな。いける。まあでも診断入ってんだ。そう私と結城とね、凛と4人でいる時とかは、そうやってなんだろう、ツッコミが多いと思うんですけど、多分単体として、例えばじゃあメイクさんと話してる、マネージャーさんと話してるリナをこうやって遠くからちょっとこうやって観察して見てると、一人でなんかボケて笑いを買ってる時があります。そう人おーってのボケ笑いも取れるよね。そうなんですよ。だからちょっと離れたとこから私は見て、それをおーっておおって何？どういう気持ちなんそれ？笑い取ってるな、さすがやな、やるやん。私も頑張ろうみたいな。お芸笑い人魂がすごい。お笑いをすそうそうるじゃん。そうやっておふざけみはこう意思をね高め合ってるわけですよ。あ、高め合ってんだ。すごい高め合ってんだやっあ、ぱ。そうなんだ。日頃から高め合ってまあやっぱ頂点目指さなきゃってことでやらせていただいてるので、まあそうですね、きっと彼女の中でもツッコミだけじゃなくてボケもやらなきゃっていうのがあるんじゃないかなって私は思います。そうだろう、そうですね。はい。すごいじゃん。心の底の自分の声を聞いてみろよ。そうだろう。 Say what？そうだね、すごいな。以上です。はい。やっぱ負けた気がするわ。最後のね、そうだろう。はい、チン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 。終了です。はい。なんかね、すごい。なんかね、確かにわかるわ。なんか負けた感じしちゃうよね。なんか熱量がね、しかも多く語ってないのにね。ね、なんなら熱さがそう、こっちまで伝わってきま内容し薄いんだけどね。お前の心に聞いてみろよみたいな。た。心に通っちゃってるからね。すごいなんか熱かったな。すいませんね、本当。はい。でも、まあ確かに2人の言ってることめちゃめちゃわかるんですけど、まあ今回の勝者はデレ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 じゃん、ツッコミのゆきちゃんです。だいびっくりね合ってます？合ってます。っていうのもやっぱりはい一種は本当にボケがほとんどなんです。だから私が回収しないともう誰も回収してくれないんですね。しかもそのスタッフさんもみんな多分突っ込んでくれるんですけど、あ、突っ込んでくるっけ。じゃあ突っ込んでくれる人もいるし、そのままボケも流す人もいるんですけど、まあそっちの方がいいかもそうそっちの方がいいです。そうだねもうあいまだやってるわみたいな。そう、スタッフさんもそう感じなんだけど、やっぱこの一種そのスタッフさんが口出してこれない場所、その公の場所に出てる時とか、やっぱりメンバーだけでこう締めを作んなきゃいけないんですね。そうなった時にやっぱりもうどんどんボケにボケツッコミがないと、そうだねやっぱ話もまとまらないので、うん私がいつも一緒にいる時はツッコミにいます。なるほど。はいだけど本当に奈々ちゃんが言ってるみたく、メイクさんとかいる時は私はめちゃめちゃボケます。両面あるんですね。はい、でも本当に2素晴らしい人すごいよく私のこと分かってるなっていうふうに思いました。はい、ちゃんと見てます。はい、もちろんですすごく素敵でした。ありがとうございます。ということで、はい、シャープ4、ディベートしていきましたが、皆さんいかがでしたか？いや、もう楽しいね。いや楽しかった。ね、結構自分が推しじゃない方に振られた時結構大変ですわ。確かに上げ足を取ることしかできない。確かに。わかるわか気をつけてる。そう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 ねそう。それってさ、でもでもさ、さ、それはさ、みたいな。そう必死だったもんな。ちょっと必死だったもんな。上げ足取るのに必死みたいな。でもそれってさ、うん海の家で寝れるくない？嫌なやつ。ただの嫌なやつ。大体みんなね、意見が一緒だからうちら。そうなんだよねそう大体一緒だからね大体わかるからね。ね、またやろう。ねお題またやりおましょう題いっぱいこんなんで無限に作れるからね。ありそう。そうですまたやりまね。しょう。はい。ということで、今回シャープ4ここで終わりたいと思います。それでは、アットウィズイッシュ、一生一緒にいてくれや。またね